今回は買ってきた食材に一手間かけるだけで毎日の料理がぐんと楽になる便利な保存方法をご紹介します。食材の値上がりが続く今、野菜を無駄なく使い切ることは自然と食費の節約にもつながります。野菜や常備菜の保存に加え、真空保存ができる保存容器も実際に使いながらご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。我が家は近くにスーパーがないため、まとめ買いをすることが多く、1回の買い物で食材をたくさん購入します。だからこそ、保存方法を工夫しないと、気づけば冷蔵庫の奥で野菜がしんなりしていた、そんなことも少なくありません。でも、買ってきたその日に少しだけ下ごしらえをしておくだけで、こうした悩みはほとんど防ぐことができます。食材保存で活躍するのが、真空状態で食材を保存できる爆炎です。空気に触れる時間を減らすことで、野菜の酸化や乾燥を抑え、鮮度を保ちやすくなります。BPA フリーの安心素材。蓋を閉めて上のバルブをセットし、真空ポンプのスイッチを押すだけ。本当に真空になっているのか疑問だったので実験してみました。しっかり真空になっていました。真空ポンプは電池式ではなく充電式なのも気に入っているポイントです。この保存容器に特に相性が良いのが、今からご紹介する下ごしらえ済み野菜や常備菜のように感じます。まとめて準備した食材を使いやすい状態のまま保存できるのが大きな魅力です。料理が面倒に感じる理由は、火を使うことよりも洗う、切る、準備する、この工程にあるように思います。ここを少しでも先に終わらせておくと、あとは炒める、和える、温めるだけ。料理の心理的ハードルが一気に下がります。ただ、下処理した野菜は切り口が増えるため、通常保存では乾燥しやすくなってしまうんです。爆炎で真空保存すると水分が抜けにくく、鮮度が保たれやすくなります。野菜や果物は切った瞬間から酸化が始まります。リンゴやアボカドなど全部食べきりたいと思っても難しいことがありますが、真空保存しておくことで変色を抑えやすくなります。それでも切ったアボカドは早めに食べきるのがおすすめです。ミニトマトはヘタから雑菌が繁殖しやすいので、取り除いてから冷蔵すると長持ちします。私は普段重曹水で洗ってから水洗いしています。こうすると使いたい時にすぐ使えて便利です。足が速いものの代表格でもあるもやし。袋に入れたまま保存してしまうと1日2日しか持ちませんが、洗ってから水につけて保存すると1週間くらいは日持ちします。2日に1回くらい水を変える必要がありますが、この方法にしてから傷ませてしまうことがなくなりました。
真空にすれば水漏れの心配もありません。冷凍保存が難しい代表格が葉物野菜。冷凍すると食感が変わってしまうため、使えるお料理が限られてしまいます。レタスなどの葉物はあらかじめ洗ってしっかり水気を切ってから保存します。保存容器に詰めすぎるとうまく真空できないので注意です。中身を減らしてからスイッチを押すとしっかり真空できました。真空保存容器を使うようになってから葉物野菜が新鮮なまま保てるようになり、食べる量がぐんと増えました。春菊に含まれるビタミン B1 や B2、ビタミン C、葉酸は水溶性の栄養素なので、生のまま食べることでこれらの栄養を効率的に摂取することができます。加熱時よりも特有の苦みやえぐみを感じにくく、シャキシャキとした食感と爽やかな香りを楽しめるというメリットも。水気を切ってから保存すれば、あとはサラダや和え物として調理するだけ。ネギは長くて野菜室に入らないのでカットしてから冷蔵します。ちょうど良い大きさにカットして容器に入れておくと便利です。1回に使う量も毎回3分の1くらいなので、使いたい時にさっと取り出せます。小ネギは新鮮なまま使い切れないことが多く、これまでは冷凍していましたが、解凍すると見た目があまり良くならないのが悩みでした。しかし真空で保存できるようになり、保存期間が大幅にアップ。見た目も綺麗なままお料理に使えるようになって、それだけでも嬉しくなります。皮が厚いフルーツは冷蔵庫の中で場所を取ってしまうので、皮を剥いてから保存しています。すぐに食べられるように分けておきます。甘夏などの柑橘はいつもこのように真ん中に切り込みを入れて割って食べているのですが、他に食べやすい食べ方をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。生野菜だけでなく、作り置きの常備菜の保存にも真空保存容器がとても便利です。常備菜も長く日持ちしてくれると助かりますよね。空気を抜いて保存することで食材の酸化や傷みがゆっくりになり、キャロットラペのような常備菜も風味や色を保ちやすくなるのが嬉しいところです。詳しい作り方は別の動画でご紹介していますので、よろしければそちらもぜひご覧ください。お漬物も真空保存容器で漬けます。
真空にすることで味が染み込みやすく、保存期間も伸びるのでとても便利です。このキャベツの浅漬けも別の動画でご紹介していますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。表面を押し付けてから真空します。1個使い切れなかった半端野菜はいつもラップに包んで保存していましたが、真空保存容器に入れればラップいらずでも乾燥せずに長持ちします。あまり日持ちしないしらす。しらすが好きで、納豆や卵かけご飯に混ぜたり、そのままご飯にのせて食べることが多いので、できるだけ冷蔵で保存しています。以前は冷凍していましたが、真空保存するようになってからは冷蔵のまま新鮮な状態で使い切れるようになりました。時々まだ硬くて酸味が強く、あまり美味しく感じられないキウイに当たることがあります。キウイは熟成に必要なエチレンガスを自ら出さないため、単体では熟すまでに時間がかかるんだそうです。そのためリンゴなどエチレンガスを出す果物の近くに置いておくと追熟が進み、甘く柔らかくなります。一緒に袋に入れて7日から10日ほど置いておくだけで大丈夫ですが、今回は食べやすいように切ってから保存しておきます。リンゴにはリンゴ酢を少しかけるようにしています。変色を防ぐだけでなく、血糖値の急上昇を抑えたり、内臓脂肪の減少に役立つと言われているためです。リンゴ酢を少し加えるだけなら強い酸味にはならないので、味を損なうことなく美味しくいただけます。食べたい時に器に盛るだけ。切って保存していても真空なら香りもしっかり残っています。海外でスーパーフードとして人気に火がついた野菜、ケール。野菜の王様とも呼ばれ、栄養価も高いことから私も日頃から食べるようにしている野菜です。ケールは乾燥に弱いので、濡らしたペーパーに包んで保存すると長持ちします。真空で保存するとお肉の鮮度も保てます。鶏胸肉を塩酒粕で漬けています。お肉は保存中にドリップが出ることがあります。真空に近い状態で保存すると細胞の劣化が進みにくく、ドリップが出にくくなる傾向があります。そのため旨味が流れにくく、パサつきにくいというメリットもあるんです。爆炎はお手入れも簡単です。このパッキンは取り外せませんが、内側についているパッキンは取り外せるので洗いやすく清潔に保てます。洗った後はパッキンをしっかり取り付けないとうまく真空できない原因になりますので、きちんと取り付けておきましょう。溝が細いのでお箸などを使うと便利です。
爆炎は食洗機にも対応しています。冷蔵だけでなく冷凍保存も可能。電子レンジ加熱も可能ですが、使用は2分以内の温め用途までとなっています。電子レンジで使用する際は蓋のエアバルブを開けた状態で使ってください。たくさんあった食材がコンパクトに収まりました。爆炎は重ねて使えるので、冷蔵庫の中もすっきり片付きます。ここもお気に入りポイントです。今回ご紹介した爆炎は概要欄に記載の Amazon ストアフロントに掲載しています。私が実際に使用している調味料や調理器具などおすすめアイテムもまとめていますので、ぜひご覧ください。4月3日から4月6日まで Amazon 新生活セールファイナルが開催予定です。さらに3月31日から4月2日までは先行セールもあり、爆炎をお得に購入できます。この機会をお見逃しなく。今回は野菜の保存術と作り置き下ごしらえ、そして爆炎についてご紹介しました。最初に少し整えておくだけで毎日の料理は想像以上に楽になります。ぜひ皆さんも試してみてください。動画が役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。